皆さんこんにちは、てちです。今日も僕はポケモンの街づくりやっていきます。ポケモンたちとのんびり暮らせる街づくりをしています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。長い動画になりますので、ぜひ概要欄のタイムスタンプをご利用ください。今回はここ、ブクブク海底の街、サイクルショップの向こう側に、今来ているイベントの金バスの綺麗な鱗集めでゲットできるアイテムを取り入れて、海に佇む偽造扉を作っていこうと思います。それではやっていきましょう。まずは1階の土台作りから。縦横の木の床を奥行き16、横22ブロックの広さで並べます。左奥にエレベーターを設置するので3ブロック分削ります。結構広めです。1階ロビーの建物の四隅の柱には木の壁は4ブロック分。ロビーの大きさは奥行き9、横20ブロック分。最近作っている建築物の柱には木の壁にお世話になりまくっています。壁には漆喰の壁。海底の街で追加されたタルシェンやシェルダーが貝殻を散らかしてくれるおかげで、定期的に散らかしてくれたものを回収していたら貝殻が枯渇することがなくなって大変ありがたい。壁を作るといっても海や風を感じることのできるロビーにしたいので、壁面積は狭めです。追加。エレベーターをつけるのにはしごを設置します。エレベーターの色の主張が少し強いので、木の壁、ネット、フレームガラスで隠します。いい感じかな。地中にねじれ柱。ふんわり光っていて可愛い。電気のいらない光源アイテムが増えてきて嬉しいですね。出窓を作ります。ガラス部分は黒にペイント。ネットでちょっと装飾。階段と区画か丸太で船着き場を作ります。桟橋の板で海と近い場所を作ります。
並べて、そこから横木を伸ばして、透け感のある屋根に。ロビーに火力発電マシンを設置。スキップ。このビラと見た目の相性がいいですね。ロビーの完成です。2階に移ります。床には厳かな床を使いました。ロビーの建物より一回り小さくします。隙間はネットで隠しちゃいましょう。端から5ブロック分を切って、彩りツルツルタイルで真ん中に屋上プール&バーを作ります。はしごを伸ばしてエレベーターを設置。柱は1階から伸ばしてきて、1階と同様にエレベーターを隠します。平らなアルコ屋根で蓋。ギャラドス排水は両サイドにつけちゃいます。パワー部分の上に桟橋で屋根作り。パーカウンターにも桟橋で高さを出します。ガラス板でプールの囲いにします。パーカウンターの後ろにもつけておきましょう。壁付けアイテムをつけることができます。角がとても鋭利なので、ポケモンが怪我をしないように木の角柱をつけておきます。2階のプールエリアの完成です。海中に移ります。客室から眺められるようにサンゴやお花をたくさん植えて小さな海中庭園のようにしてみました。柱を海の中まで延長させます。6ブロック分の高さにしています。海中客室の床にも厳かな床。広さは奥行き9ブロック、横22ブロック。後々浴室にする部分のブロックを彩りツルツルタイルに変えておきます。浴室の広さは 4×4。厳かな床が1列足りなかったので追加します。壁の一番下のブロックには石越壁。
と浴室の仕切りの壁も作ります。残り部分の壁には、厳かな壁は4ブロック。エレベーター設置部分は開けておきます。浴室と仕切る壁は、石垣の隙間仕切りに。後からここにテレビがつきます。はしごを下ろしてきて、エレベーター設置。天井には白にペイントした横木をつけていきます。何かブロックをつけてもよかったのですが、海面も見ることができるので、横木を天井にしてみました。懐中感を出しつつ、照明もつけることができます。圧迫感も少ないですね。懐中庭園側は全面ガラス張りにしていきます。こちら側にもガラスをつけていたのですが、空気が何度も入って苦戦しました。未だにどうしたら空気なくできるのか、よくわかっていません。いろいろ試していたら一気に治りました。修正されないかな。外に出ることのできる扉も用意しておきます。浴室の入り口を作ります。ここがこのビラ唯一の空き家判定場所です。ガラスがここにも必要でした。ブロックの分かれ目にコンクリートの縁を置いて、客室の完成です。ここからは内装に移ります。まずは受付。カネッコとヤミラミイベントの時のリュックアイテム大活躍。事務作業アイテムも必要ですね。ホテルのロビーにありそうなアイテムをどんどん置いていきます。この無清掃電棒、ペイントもできるしライトとしても置けるし、使いやすすぎる。チェックイン受付中は、ここでウェルカムドリンクのスムージーを飲みながらくつろぎましょう。飾り布でリゾート感を出します。ねじれ柱、上をプランターにします。これもふんわり光っていて可愛い。港のポールを置いて、金バスイベントのアイテムはここで大活躍。今回のイベントでの注目アイテムは、深く辛いと、電力を気にしなくていいのがありがたいです。イベント中にたくさん交換しておきたいですね。
つけていきます。船乗り場も作って、ロビーの完成です。2階へ上がりましょう。レンジ浮遊の方が早そうです。プールの方へ誘導するような形でサンゴを置きます。プールの中に光源がたくさんあると雰囲気出ますね。一段高いバーになる部分は浅めの水位に、下のプールは深めの水位にしています。浮き輪も置いておきましょう。鉄の柱と貝殻座布団で高さのある椅子に、ドリンクアイテムをたくさん置いてバーっぽくしていきます。ここにはテーブル席エリアを用意します。テーブル代わりに小さなサンゴを置いてみました。ここは浅めの水位にしています。これで屋上プールエリアの完成。客室に移りましょう。いい眺め。開けておいたところに仮ブロックを置いてテレビを設置。前の動画でパン屋さんを作っています。よかったらそちらも見てね。ホテルっぽい内装を目指していきます。新聞を置いてみていますが、水中では読みづらそうです。一つこっちでした。角にマリンのテーブルを置きます。キラキラ真珠、装飾アイテムとしても優秀。このマリンのソファー、可愛すぎますよね。ニョーラント、来てくれた。お花を飾って。ベッドの絵と同じ絵のクッション。照明をつけて。浴室をやっていきます。水中に浴室とはという感じもしますが、作ってみました。ユニットバスですね。飾り布で空間を仕切って、浴室の完成です。
ぽくなったでしょうか。このビラには、マナヒ、シオンネ、星のバチンユニをご招待。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。街づくりのアイディアの一つとなれば、嬉しいです。これからも、ココアポケモンの街づくりの動画を作っていくので、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。